進撃の巨人でエレイ映画役を演じさせていただいております梶裕貴です。よろしくお願いします。僕は初めてお仕事をさせていただいたのが18歳の時ですね。それまでは養成所に通いつつお仕事を、アルバイトをしながら過ごして、で18歳の時に初めて仕事をして、少しずつ声優の仕事が増えていきました。シーズン1、シーズン2の間が少し長く空いていたので、僕自身もそうですし作品ファンの方をお待たせしていたようなところはあるんですけども、シーズン2から3は短い間隔でアニメ化ということで、僕自身とても嬉しく思っています。そしてこの作品の面白さの形というのがまたシーズン3になるにあたって新しい側面を見せるなと原作を読んで感じているので、それを早くアニメでもお見せできればなと思っております。僕は結構戦ったり叫んだりする役を演じさせていただくことが多いんですけども、その中でも最たる例がエレンなのかなと思っています。なかなかこの日常生活を送る中で、あそこまでエキサイティングして戦って叫んでっていうキャラクターはいないので、自分の中にその眠っている感情を爆発させることができるという意味でも楽しいですし、作品の抱えているドラマ、キャラクターが背負っているドラマっていうのはとても重いものですけども、やっぱそれをキャラクターが乗り越える、それを僕たちが表現するっていう苦しみの向こう側にとても演じる喜び、芸術としての面白さがあるなと感じています。もうありすぎて話し始めると「進撃の巨人」の1から最新話まで全部お話しすることになっちゃうんですけど、演じていて、印象的という部分も含めると、やっぱり第1話のエレンの母親であるカルラが巨人に食われてしまうシーン、あそこはエレンが巨人に対して怒りや憎しみを持って戦う意志を持つ、彼が生きる理由の元となるその感情を生み出したシーンだと思うので、とても胸が締め付けられるような思いがありました。そして初めてやめろというあのセリフを叫んだ瞬間っていうのが、自分の中にエレンがいるんだなっていうことを感じた瞬間でもありました。そこからその叫ぶという意味では初めて巨人化、自分の意思で成功し、壁に開いた穴を塞ぐ戦えというシーン、セリフ、そして女型の巨人アニとの戦い、そしてライナー・ベルトルトの裏切り、そして頭にお話しした母親を食い殺したカルラを食い殺した巨人との再会、節目節目でエレンにとってとても重要で悲しいエピソードがあって、その全てが読者視聴者の自分としても印象的ですし、エレンを演じている上でもとても印象的な場面です。僕はアニメ化が発表される前からこの「進撃の巨人」という作品は好きな原作だったので、
オーディションを受けさせていただけるということ自体とても嬉しかったです。ただ当時は自分の中にそのエレンというキャラクターが、そしてエレンを演じる自分というのがイメージできていなかったので、エレン役でオーディションというお話は少し、驚く気持ちもありました。そして、総監督の荒木さんはこの作品の一つ前に、ご一緒させていただいて、そこでも主演を演じさせていただいていたので、なかなかいろいろな理由があって難しかったりもするのかなというイメージがあったんですけども、その時に監督が、もし本当にエレンのお芝居オーディションで聞いて素敵なものであれば、そんな細かい、大人な事情を気にして、外すなんていうもったいないことはしないですというお言葉を聞いて、とても嬉しかったですし、励みになって改めてこう全力でオーディションに向き合おうという覚悟が決まったので、合格という報告を聞いた時はとても嬉しかったです。そうですね。アフレコ前というのは特にエレンだからどうというわけではなく、どの役も原作がある作品であれば読み込んで、そのキャラクターの表情とか背景っていうのをしっかり頭の中に入れて心で想像して、アフレコに臨んでいます。でこの作品に関して言えば、シーズン1の時は特にですね、叫ぶシーンっていうのがほとんどだったので、アフレコの後にもう病院を予約しておいて、いつ何があってもいいように準備していた記憶があります。叫ぶことはフィジカル的にとても大変だったなと思います。でもその叫びがなぜ生まれるかというと、やっぱりエレンたちが過酷な状況、悲惨な状況にあって、その中から生まれる叫びなので、その一つ一つの怒りや悲しみを一緒になって心を動かして乗り越えていく、その辛さはどのエピソードもありました。最初は先ほどもお話ししたように、自分の中にエレンがいるとは想像もしてなかったんですけども、演じていく中で彼のその感情の流れとか、彼が真に抱えているもの、意志の強さとか正義感とか、そういったものがとても自分と近いなと感じていますね。今となってはいろんな方に顔も見た目も似ていると言われるぐらい、もう一人の自分なのかなと感じています。でもまず巨人になれるなら、どんな巨人でもいいで一回なってみたいですね。何よりね、そのお芝居に、今後のお芝居、エレン巨人を演じる時に生きてくる気がしますし、あの高さから見る世界っていうのを一回味わってみたいなと思いつつ、その時何が食べたくなるのかがちょっと怖いです。
当に「進撃の巨人」という作品を通して、多くの方に、アニメーションの素晴らしさ、とりわけ日本のアニメの良さというものを多くの人に感じていただけた機会になったことをとても嬉しく思っています。皆さんが聞いているブライスの声、お芝居もちろん、素敵で、僕も彼と会ってとても感動しました。ただ僕たちの声で、字幕で、作品に触れてくださっている方もいらっしゃるということで、こういった機会に、文化の壁、言葉の壁を越えて、一つになるチャンスがあるのかなと考えていて、僕もそういう機会に恵まれてとても嬉しく思っています。これからもぜひ日本のアニメーション、そして日本の声優に興味を持っていただきつつ、もっともっと「進撃の巨人」という作品を愛していただけたら嬉しいなと思っております。またいつかお会いしましょう。エレン役の梶裕貴でした。バイバイ。